カスタムしてよかったパーツ、取り付けてよかったパーツトップ10ということで、前回今までつけたカスタムの費用を算出したりしたんですけども、今度はねそれをちょっとランク付けして、私個人的に何が良かったかっていうのを再レビューも兼ねて発表したいと思います。私の個人的な感想なので、人によってはなんじゃそれっていうのがあるかもしれないんですけども、おっさんの趣味趣向のランキングなんぞ知りたい人がいるのかどうか分かりませんけども、とりあえず発表します。基本的には自分で全て DIY でパーツを取り付けたり、いろいろ加工したりしているんですけども、コンセプトはね、やりすぎない、なんかもう全然違うバイクになっちゃうっていうのもちょっとあまり自分の中では、ダブルらしい部分っていうのは残しておきたいので、あまりやりすぎないというところをコンセプトにカスタムをしております。自分で加工して付けてたりする部分もあるので、ボルトオンでね同じパーツが取り付けられますよっていうような案内ではないパーツもあったりするんですけども、今後ねちょっと改造したいとかカスタムしたいとか気になっている方の参考になれば幸いです。はい、第10位、車外のフルエキゾーストマフラーです。これメーカーとかもね特にないeBay で輸入して買ったものなんですけども、W800 ってねノーマルでもすごくいい音がするんですね。音はもう申し分ない。なので買うときはね、交換しようなんて全然思ってなかったんですけども、音というより見た目ですかね、少しスポーティーな感じに仕上げたいなと思ったときに、アップタイプのマフラーがいいなと思っていろいろ探して見つけたものです。国内のパーツメーカーのねやつでもこういうタイプっていうのはなくもないんですけども、値段との比較だったりとか私の好みに合うものがなくて、でちょうどこの長さ、この角度というもののアップタイプのノートンタイプのマフラーが出品されてたので購入しました。もともとは W650 とか800用の前期型のものなので O2 センサーの取り付け位置がセンターパイプのところにあったりして、新しい W800 シリーズだと付けられないはずなんですけども、これ液パイのねところに O2 センサーの穴を開けてボルトを溶接屋さんで溶接してもらったので、それで加工して取り付けられるようになりました。でここにねバンテージを巻いてね、ちょっとカスタムしてるぜ感っていうのが出てて、とても気に入っております。音はねいろいろ自分でも音の作り込みっていうのを頑張ってやったんですけども、ノーマルの音と同じぐらい、もしかするとちょっとうるさいかなっていうぐらいの仕上がりになってると思います。そんなにうるさくないはずです。では第9位ですね、タンクの塗装で、このタンクはですね自分で塗ったやつなんですけども、自分でマットブラックの艶消しの黒に塗ってですね、で川崎のエンブレムを貼って、カッティングシート、シルバーのカッティングシートを貼ったという仕上がりでございます。やっぱバイクのね顔というべきね、このタンクというのはやっぱり何て言いますかね、ここが一番目に入るところと言ってもいいのかなとは思ってまして、自分なりのオリジナリティ、ちょっと他にはないよっていうのを演出したいときには、タンクの塗装っていうのは結構おすすめというかね、本当はね全部真っ黒、このカウルとかサイドカバーも塗ろうかなとかいろいろ考えたりはしたんですけども、やっぱり当初言ったようにやりすぎないというところで、ノーマルの部分も少し残しておいた方がいいかなと思って、今はこの状態です。おいおいね気分が変わったらまた塗ったりとか、塗り直したりとかするかもしれません。しばらくはこのままでいこうと思ってます。はい、で第8位ですね、ビートのハイパーバンクをカスタムしたものですね。このバックステップ、やはりですね自分の背丈、格好、足の長さでの程よい場所に位置を設定したので、非常にしっくりきます。我ながらいいポジションに足が収まったと思います。バックステップを入れたから速く走れるとかっていうわけではないんですけども、車体の抑え込みがすごく楽になったなというのが印象です。普通にね峠とか、峠以外でもいろいろ走ってる中で、カーブだなと思って進入したら、奥行ったらえらい深いと、全然深い、全然ブレーキ足りないっていうようなシチュエーション、気を抜いた状態でそのままコーナーに入ってしまっているので、このバックステップにしてるとそもそもそういう荷重移動がすぐできるようなポジションになっているので、そのままコーナーにスーッと入れて、コーナーちょっときついなと思っても、いわゆるリーンインにしてもリーンアウトにしても、そういったポジションにすぐ体勢を変えられると、そういう部分が非常にメリットがあります。あとバックステップにしたからといって足が窮屈で疲れるっていうこともないんですね。ちょうどいい感じなんで、そんなにきつくもなく、なおかつ自然のそのままでコーナーを走ることができるというポジションに仕上げてあります。で第7位ですね。7位はブースタープラグ。これはかなりねマイナーなアイテム。車外マフラーを入れたことによってガソリンがちょっとね薄くなりがちになってしまうので、
低速の加速の回転によってはね、ばらつきが生じてしまうような症状が若干あったんですね。なのでガソリンをちょっと濃くしないといけないと。そうなってくると、インジェクション車両なんでコンピューターをいじってどうのこうのとか結構手間暇がかかるような事態になってくると思うんですけども、キャブレター仕様だとね、自分でなんかいろいろ中のパーツを交換していじれば、それは解消されるんですけども、コンピューター化によって自分ではちょっとできない、いじれない、触れない部分になってきてしまっていると。それに対してこのパーツをこのエアクリーナーのところに入れるとガソリンを濃く噴出するように調整してくれると、そんなアイテムでございます。でこれつけてね、はい終わりっていうのもなんだったんで、ハンドルのところにねオンオフのスイッチを取り付けてあります。それによってね、街中を走ってる時はそういうばらつきがあるとなんかエンジンがねプスンプスンと突っかかって走りにくいシーンが出てきちゃうので、オンにした状態で走ると渋滞のねノロノロの時とかもいい感じで走れます。で逆に高速道路、もうひたすらアクセルをね一定でしか開けないようなシチュエーションだとブースタープラグを入らないようにしてしまう。逆に燃費を稼ぐと、シチュエーションによってオンオフ切り替えてアクセル一定でしか開けないとか、高回転の方しか使わないとか、そういう時は逆にオフにしてしまっています。で第6位、チューブレス化ですね。通常 W800 はチューブが入ったタイヤなんですけども、そのチューブを取ってしまってですね、でスポークの穴を埋めて通常のいわゆるスポーツバイクと同じようなチューブレス仕様に仕上げてあります。でこれやると何がいいかというと、タイヤ交換が楽というものもあるんですけども、ハンドリングにおいてもですね、軽快感が若干増すんですね。さらに言うとパンクした時の修理が楽でした。先日ちょうど洗車してたらね、なんかあれと思ったら釘が刺さってまして、リアのタイヤの空気圧がなんかちょっと抜け気味だなと思ってたら、釘が刺さってたんで、だいぶ前から刺さってたんだと思います。通常チューブだと釘が刺さった時点でもダダ漏れしてそのまま走れなくなってた可能性もあります。そのまま劣化をするのか、近くのスタンドでとか、そういうちょっとしんどい作業が発生してた可能性があったんですけども、このちょうどチューブレスしてたおかげで、逆にね気づかないぐらい普通に過ごせてたと、そのまま走っていたということです。で釘を抜いて普通にパンク修理キットでグリグリ修理して、それで終わりと。でこれがこれチューブタイヤだったら、これジャッキで上げてタイヤ外してタイヤレバー使ってとこどっこいしょってやって、チューブ交換してとか、ちょっとしんどい状況になってたのかなと思います。いやもうチューブレスは楽ですね。出先でもこういう修理できちゃいますからね。パンクするまではねランキングそんな上ではなかったんですけども、ちょうどたまたま先日パンクしてるのが分かったんで、一気に浮上したという感じでございます。第5位ですね、内圧コントロールバルブ。でこれまたねブースタープラグと同じようなマニアックなパーツなんですけども、そこそこいい値段するんですけど、これね結構ね入れてみるとだいぶ違うかなと。私もなるべくプラシーボ効果というかね、高いパーツを入れたから良くなってるはずだっていう思い込みをなるべく捨ててレビューインプレしてるつもりなんですけども、これは実際私も体感できるというか、乗りやすさが全然変わってくるなという印象を受けました。 W800 っていうのはどうしてもバーチカルツイン、いわゆる、ピストンがねせーのでどんどこ一緒に上下してるんで、結構な振動だったりエンブレとかも結構すごくて、すごく勝った印象があります。それはこれを入れたことによってエンブレが減退したと。これはクランクケースのそういった内圧を一方通行にすることによって、クランクケース内の空気の変動ですね、そういったものをまろやかにすることによってエンジンブレーキもまろやかになってくると。それがイコール乗りやすさにつながると。ちょっとね取り付け位置がめんどくさい場所でぐにゃぐにゃってなっちゃっててめんどくさいんですけどね、取り付けるときは。はい、で第4位ですね、ラジアルブレーキマスターですね。日清の17パイのものですね。これ何がいいかっていうと、このブレーキの効きそのものが良くなるというか、後でね出てくるブレンボのキャリパーと合わせ技でやると非常にタッチが硬くなってブレーキの効きが良くなった感じがします。ブレーキの効きそのものはこれを入れたことによって強くなるとかっていうわけではないんですけども、引き代によってね細かい調整やキャリパーのねピストンが返ってくる感覚っていうのが非常にこの指先に伝わって、細かい調整でのブレーキ入力が可能になります。なのでそもそもね頼りない W800 のノーマルブレーキが少し感覚を持って操作しやすくなるという部分があります。で第3位ですね、これはブレンボキャリパーですね。制動力をもう抜群に上がる、ギュッと止められる、それはもうすごく安心感につながります。
これビートのキットなんですけども、通常ブレンボのキャリパー普通につけてしまうとスポークに当たってしまうんですが、このサポートがついているというのとキャリパーそのものを加工してスポークにぶつからないようにこうカットしてくれている、そんな状況になってます。普通のねブレンボ買って自分でカットしてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとリスクがありすぎるので、やっぱりこの辺りはねちゃんと信頼性が高くないといけないパーツなので、これはビートのものを買いました。はい、第2位ですね。第2位はハイパープロのフロントフォークスプリングです。W800 は結構コーナリング中とかね、ギャップを拾ってしまうとかなりフロントがふわつくというかバタつくことがあるように感じていました。でそれがねこのハイパープロのフォークスプリングを入れることによって、そういったギャップの乗り上げとかもうまい具合に吸収してくれて、なおかつ乗り心地もそんなに悪くならないと。ただただバネが硬くなっただけっていうわけではなくて、ちゃんとかなりバランス良い形のスプリングの形状をしてますので、コーナーもこなせて、でノーマルなりの乗り心地の良さっていうのも維持してくれるということで、結構優秀なスプリングだと思います。ただこれ先日ねフォークオイルを変えたんですけども、付属していた15番のフォークオイルを使ったんですけども、それだとねちょっと硬さが少し出てきてしまって、コーナリング中とかはねより安定するようにはなったんですけども、普段使いというところで言うとちょっと硬めかなというふうに今感じております。この辺りはね違うメーカーの15番のフォークオイルを使うのか、それとも10番に戻すのか、いろいろね調整して遊んでいきたいと思います。はい、では第1位に行く前に番外編とランク外のもののレビューも含めて、ね、語りたいと思います。2つありまして、1つがバーエンドミラーですね。カフェレーサーといえばバーエンドミラーみたいなことをね言った動画を、だいぶ前に出したんですけども、バーエンドミラーつけるのかっこいいんですよね。確かにちょっとカスタムしてる感がめちゃめちゃあって、何こんなとこにミラーみたいな雰囲気醸し出してていいんですけども、一つはその視線の移動が多くなるというのもあるんですけど、それはねそんなに慣れの問題なんですけど、U ターンの練習を私動画を前上げたんですけども、U ターンをよく練習するんですね。かっこよく U ターンをきれいに決めたいというので、ちょっと時間があるとねちょこちょこ U ターンの練習をしに駐車場とかちょっとしたスペースあればやってたりするんですけども、先日ちょっと気分を変えようかなと思ってバーエンドミラーを外したんですね。バーエンドミラー外して、これはデイトナのやつかで、それ取り付けたらですね、バーエンドミラーで今まで邪魔されていたミラーがなくて、ドアノブ握りができるんですね。アクセルの右手アクセルのドアノブ握りもできるし、左手のクラッチ操作、フルロックまでガーンと左フルロック行った時のクラッチ操作もそうだし、自由度が全然違うんですね。ものすごい自由に手が解放されたというかね、バーエンドミラーってこんなにも邪魔してたんだと。自分でやっといてね邪魔っていうのもなんなんですけど、それぐらい開放感が増してしまってですね、いやちょっとこれ戻すのどうなんだろうというぐらいちょっと今悩んでおります。もう一回バーエンドミラーちょっと入れてみて、それからって感じですかね。バーエンドミラーも上じゃなくて下に向いてるバーエンドミラーだったらそんなに邪魔しないとは思うんですけども、セパハンで下向いてるバーエンドにするとものすごい見にくいと思うので、なのでちょっとバーエンドミラーはちょっと考えております。はい、でもう一つ番外編、もう一つが、パフォーマンスダンパーですね。これよく話題のね効果ある効果ないどうだみたいなね話ネット上でもよく見かけるんですけども、私もレビューしてね、効果なくはないだろうけど、どうなんだろう、W800 というバイクに必要なのかどうかと考えるとどうだろうと。で結構 W800 でも入れてる方がいて、中にはいや全然効果ありますよというコメントもねいただいたりとかレビューしてる方もいるんですけども、私のこの W800 カフェにおいてはちょっと効果が分かりづらかったかなという部分があります。そもそもこれW800 カフェとストリート向きではないよという注意書きもあるみたいなんですけども、 W800 カフェもストリートも無印も何が違うってそんな大差ないはずなので、フレームも一緒だしエンジンも一緒だし、強いて言うなら無印はねフロントが19インチというだけなんですけど、フロントフォークすら一緒なんで、そんなにフロント19インチと18インチの違いでこのダンパーの効果が変わってくるのかっていうと、それもどうなんだろうと。ただ W800 の新型、今のシリーズの新型は結構フレーム補強とかもされてたりするんで、前のね W650 とか前期型の W800 とかだと効果は顕著に現れやすいのかもしれません。あとね人にもよると思います。でこれもちょっとねもう一回つけたり外したりしてよくよく検証してみたいと思います。
はい、では第1位ですね。第1位はナイトロンのサスペンションです。これね、高いんですけどね、高いなりの効果、これつけてよかったなと本当に思っております。ブラックを基調とねしている W800 カフェのこの私の車両に関しては見た目的にも似合ってると思いますし、実際ね乗ってもこの走りという意味ではね、非常にこの W800 じゃないんじゃないかみたいなぐらいね落ち着いた走りパフォーマンスを発揮してくれます。さっきのバックステップみたいにじゃないですけど、カーブとかね差し掛かって急なタイトコーナーとか現れた時に姿勢を変えなきゃなとか、そういうシチュエーションになった時でもパッと反応してくれる。それも全て受け止めてくれるという。前の W8 だともうちょっと減速して姿勢をハングオンハングオフみたいな感じのちょっと姿勢取らないとこれは曲がりきれないぞっていう作り込みをしなくていいというかね、タイトコーナーなんだねと、じゃあこのまま曲がりましょう、スッといく感じですね。それが今非常に気に入っております。極端な話ね、右折左折も曲がりやすくなったと思います。で見た目もかっこいいというところで第1位とさせていただきました。今見て思うと上に行くほど実用性とか走りになってきてるかなと思います。W800 はね走りどうこう、それもあるんですけども、見た目もね結構重要視される部分があるとは思うので、人によってはね同じパーツつけたとしてもこれ全く逆のランキングになるかもしれないんですけども、私的には見た目もそうですけど走りっていうのも大事なパフォーマンスだと思ってるので、こういった形のランキングとさせていただきました。本日は以上です。